こんにちは、ゆうきです。今回は複合動詞を使った言葉を5つ紹介します。複合動詞は2つの動詞が1つになった動詞のことです。こちらの動画でも別の複合動詞を紹介しています。まだ見てないよという方はぜひ見ていただければと思います。そして今回ご紹介する複合動詞、こちらも日常生活で本当によく使える便利な言葉ですので、使えるようになると皆さんの日本語能力がぐっと上がるはずです。それぞれ2つの例文を紹介した後に会話練習があります。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではまず1つ目の練習に行ってみましょう。1、会う。例文1、チームのみんなと助け合って優勝した。助け合う。これはお互いがお互いを助けるという意味です。A は B を助ける。これだと誰かが助けるだけですが、A と B は助け合う。これはどちらも助けるという意味です。このように動詞の助け合う。これはどちらもするという意味です。どちらも話します。話し合う。どちらも愛します。愛し合う。どちらも言います。言い合う。知ります。知り合う。抱きます。抱き合う。殴る。殴り合うですね。例文2、将来の夢について友達と語り合った。語り合う。語るというのは話すとよく似ています。でも話すよりもっと相手に聞いてもらうために自分の心の中の気持ちを伝えるという時に使います。ここでは将来の夢について友達が語ります。そして私も語ります。だから語り合うというんです。では会話で使ってみましょう。こっちのプランにするべきです。いや、それはやめた方がいい。何部長と山田さん、どうしたの？さっきから今度のプロジェクトについて話し合ってるんだよ。2、まくる。例文1、彼と別れたので思い出のものを捨てまくった。捨てまくる。これは何度も何度もたくさん捨てたという意味です。恋人と別れたので2人の思い出のものをたくさん捨てたんですね。例えば写真、捨てます。指輪、捨てます。旅行のお土産、捨てる。プレゼント、捨てるという感じです。動詞のますけまくる。これはこの動詞を何度もするとかずっとするという意味になります。結構激しい動きのイメージがあります。これは N1 の文法なんですが、カジュアルな日常会話でよく使います。じゃあ練習です。食べる。食べまくる。飲む。飲みまくる。泣く。たくさん泣く。泣きまくる。たくさん寝る。寝まくる。たくさん買う。買いまくるです。例文2、学生の頃はユニバに行きまくっていた。ユニバ、これはこの場所です。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、USJ のことです。テーマパークです。さあ、では次は会話を作ってみましょう。うわー、全部美味しそう。すいません。カレーとハンバーガーとパスタとステーキとあとラーメンとデザートお願いします。
私たち2人だけなのにそんなに注文しまくって大丈夫？ 3. 変える、変わる。例文1。スマホが水没してしまったので新しいのに買い替えた。スマホ、これはスマートフォンのことですね。水没とは水の中に入ることです。これです。うわ、もう最悪ですよね。皆さん経験ありますか？そして壊れました。だから新しいスマホに買い替えました。買い替える。これは前のもの、古いものがある。そして別の新しいものを買うという意味です。パソコンが古いので買い替えるということもできます。動詞のマス形変えるです。変えるの漢字は2つあります。どちらも使いますし、読み方も同じです。そして形、変えると変わる。この2つの形があります。変える、これは他動詞です。そして変わる、これは自動詞です。自動詞と他動詞の詳しい説明はここではしませんが、簡単に言うと、変えるにはを使います。を変えるという文が作れますし、変わるはが変わるという文が作れます。変えると変わる、どちらも動詞のマス形と一緒に使って交換するとか何かを別のものにするという意味になります。他の動詞で作ってみましょう。じゃあ、電車に乗ります。乗り換える。並べます。並べ替える。塗ります。塗り替えるです。あとは、着替える。これも同じこの複合動詞です。例文2、キャーわ俺私たち入れ替わってる？入れ替わる。はい。これは日本の有名なアニメ、君の名はみたいなことですね。A と B が入れ替わる。こんなこと本当にあるんでしょうか？面白そうですね。それでは会話練習に行ってみましょう。あれ？ここの家工事中？家が古くなったから建て替えるらしいよ。4、返す。例文1、やられたらやり返す。これが私のモットーです。やり返す。動詞のマス形返す。やりますの受け身がやられますです。もし私は誰かにひどいことをやられたら、私もその人に同じようなひどいことをやりますよ。これがやり返すです。やられます。私もやりますです。これはやるだけじゃなくてするを使ってもいいです。するの受け身はされる。マス形はします。なので、されたらし返す。これも同じ意味です。そしてモットー。これは自分が心に決めているルールみたいなものです。私は人に親切にする。これもモットーですし、何でも挑戦する。これもモットーです。この例文の人のモットーは、やられたらやり返すことなんですね。動詞のマス形返す。これは前の動詞と同じことをするという意味です。例えば、誰かが私を殴りました。私もその人を殴り返したです。誰かが私にボールを蹴りました。私も蹴りました。これは蹴り返すです。他にも言います、言い返す、押します、押し返す。このように誰かが何かをしたので私もする
という時に使います。他にも、前に自分がしたことをもう一度するという時も使えます。例えば、前に読んだ本、これをまた読み返すとか、テストをしました。一度見たけど、もう一度見返すという使い方もできます。例文2、母から着信があったので折り返した。折り返す。これは電話の話ですね。母から電話がありました。でも私は電話に出られなかった。だから私は母にもう一度電話をかけた。これを折り返すと言います。皆さんもね、忙しい時に友達から電話がかかってくることあるかもしれませんね。その時に、もしもしごめん、後で折り返すね、なんて言うといいと思います。では、会話で作りましょう。お届け物です。はーい、ありがとうございます。ねえ、なんか知らない人から知らない荷物が来たんだけど。怖いよ。それ開けないで送り返した方がいいよ。5、出す。例文1、デート中、彼女が急に怒り出した。怒り出す。動詞のます形出すです。これには3つの意味があります。複合動詞の出すには実はいろいろな研究論文、レポートがあっていろいろな説明があります。このビデオでは分かりやすいように意味を3つに分けて説明します。まず1つ目の意味は急にするという意味です。怒り出す。これは急に怒る。急に怒ることを始めるという意味です。じゃあ、急に笑います。笑い出す。急に泣きます。泣き出す。急に寝ます。寝出す。急に話します。話し出すです。例文2、男はポケットから銃を取り出した。取り出す。銃を取って出すという意味です。2つ目の意味はこのようにどこからか外へ移動するという意味です。銃を取ってポケットから外へ移動するんですね。なので取り出すと言います。めっちゃ怖いですね。めっちゃ怖いですね。他にも ATM でお金を引き出すとか、子供が道路へ飛び出すという文もこれです。例文3、彼は新しいアイデアを生み出すのが得意だ。生み出す。3つ目の意味はなかったものを新しく作るという意味です。アイデアを生み出す。これは今までにないアイデアを自分で作ることです。他にも作品を作り出すとか考え出すとか水が溢れ出すという使い方があります。では最後の会話練習やってみましょう。おはよう。聞いてよ。さっき電車に乗ったら知らないおじさんが急に大声で叫び出してめっちゃびっくりした。それはびっくりするね。お疲れ様でした。複合動詞を5つ練習しましたね。会う、まくる、変わる、変える、返す、出す。今日紹介したものはどれも本当によく使いますし、聞く機会も多い言葉なので、ぜひ使ってみてください。皆さんの日本語がもっともっと良くなりますように。それでは今日も最後までありがとうございました。またねー。